思議な体験に尾を引かれながらも、ようやく普段通りのリラックスした状態に戻り、自然を楽しむ余裕が生まれつつあった。そろそろだよな。診療所の入り口にあった看板以降、何一つ目印のない道を数分ほど歩いて、どことなく見慣れた雰囲気だと感じる景色が広がってくる。それは多少記憶とは違うものの、間違いなく村の入り口とも言える場所だった。ははは、県外かよ。これから厄介になる相手に到着の連絡を入れようと携帯を確認するも、電波はまさかの県外。今時こんな場所が日本に存在するのかと疑わしいレベルの田舎だということの証明かもしれない。以前は携帯を所持しておらず、あんまり意識していなかったが、こうして県外の表示を目の当たりにしてしまうと、思わず苦笑せざるを得ない。てかあれだな。なんか一応18禁のゲームでさ、18歳未満やっちゃあかんよってゲームなんだけどさ、このテキストに使われとる言語っていうか言葉のなんかその言い回しとかさ、ワードとかそういうのの言葉遣いか。テキストの言葉遣いがあれだね、中学生レベルやね。うん。すごいいいことやと思う。おじさんみたいに全然日本語が不自由な人からしたらすげえありがたいわ。うん。かといってそれがね、良かったり悪かったり、逆にほら、作品の雰囲気を作るために詩的なね、ものだったり、ちょっとなんか古代表現みたいなことをやったりってのも、演出っちゃ演出やから、それはそれでいいんだけど、だからやっぱ読みやすいよね、こういうのって。スタンダードというか、ポピュラーというか、なんて言えばいいんだろうな。うん。普通。でも普通であることって素晴らしいからね。うん。続けましょう。GPS もうまく機能してないし、そもそもろくに登録されてないんじゃないのかな。すっかり現代の便利な携帯やアプリの機能に頼りっきりになっていたせいで、それらが使えなかった際の対応策を怠っていたことに気づく。弱ったな、どうしよう。普通だったら診療所に戻って電話貸してくれっていう話になるんやけど、多分そういうことじゃないんだろうな。当時はほとんど、訪ねたことがなかった家、数年ぶりに地図もアプリもなしで行かなければならないといった予想外の事態にどうしたものかと頭を抱える。無論かつて住んでいた村なのだから多少は迷うかもしれないが、たどり着けないということはないだろう。仕方ないな、自力でどうにか探すしかないのか。子供の頃に何度か行ったことがあるだけの家を必死に思い出しながら、僕は自信なさげに歩き出す。その時だった。お、なんか現れた。何者じゃい。君の名は。そんだけ田舎ってすげえ言っときながら、なんか、どうやってお前この服手に入れたんよっていう衣装着とるな。衣装というか服着とるな。靴も多分映ってないけど、パンプスではないと思うから、でもヒールとは違うな、田舎だし。でもなんかブーツ的な感じやろうな、きっと。この感覚で言うと、パンプスっていうあれじゃないの。この衣装に合わせるんやったら。すごいな。アマゾンとか来てくれるんかな。律儀に村の入り口にポツンと立つ一人の少女。夏の日差しを避けるように大きな木の木陰に入りながら、どこか不安と期待が入り混じったような表情で静かに佇んでいた。その少女はどこか懐かしいような、けれど今まで見たどのな女の子よりも可愛らしかった。すごいな。さっきはこの世で見たどんな子よりも美しかったって言った後に、今まで見た女の子よりも可愛らしかったっていう、こいつ天性あるな。なんだろう、優しいだからなるかな、次。なんか多分童貞だと思うけど、なんかそういう言葉のその語彙力はあるな。おもろいな。偶然通った村の男性がちらりと視線を彼女に向けることからも、どうやらそう思うのは僕だけではないということがわかる。偶然。でも村の男は知っとるんやろ、誰かっていう
だって村だもん。特徴的な髪飾りもとても似合っているし、あどけなさが残りながらもちゃんと魅力的に映る女の子だった。女の子ってことに気持ち悪いとまさかついとることないよね。女の子だったって言い方がちょっと。このなんか、カッコはついとる子の言い方だよ。可憐な美少女という言葉が似合いそうな絵になっているその光景に思わず見とれていると、キョロキョロ誰かを探していたその少女と目が合う。すると彼女はとてとてと嬉しそうに小走りでこちらへやってくる。聖司くんだよね。はあ、すんげでっけえな耳。肩掛けバニーはあれだな。なんか斬新だな。へえ。久しぶり。ミーナちゃんだったのかな。知っとるんだ。そう、それは馴染みの声と懐かしい顔の幼馴染み、ミーシ・ミーナの姿があった。いや、正確にはその面影はあるのだが、当時よりはるかに可愛らしく成長していたので、声を聞くまでは確信が持てずにいた。あ、谷間がワインになっとるから寄せてあげとるな。ちゃん付けはちょっと恥ずかしいっていうか、そっか。もう子供じゃないもんね。おい、童貞出すなや。呼び捨てでいいから。幼馴染なんだから女出すなって。わかった、そうさせてもらうよ。しかしわざわざこんな何もない場所でただ立っているなんて偶然じゃないはずだ。もしかしてひなこさんに言われて僕を迎えに来てくれたのかな。アダリン船とはまさにこのこと。何を隠そう、彼女の家こそがこれから僕が居候でお世話になる予定の家なのだから。親父の家は戻ってこいとは言うけど一緒に住みたくはないってことか。親父。やっぱそういうことや。そう。どうにお父さんは僕と一緒に住む気はないらしく、親交のある三石家に頼んで居候させることを勝手に決められていたのだ。父さんとは連絡を取っていなかったけれど、ミーナとは村を出てからもよく SNS などで連絡を取り合っていた間柄であるので、やぶさかではないのだが、一つ屋根の下に暮らすってのはやぶさかではないのか。ともかく直接会ったら文句の一つでも言おうとは思いながらも、三石家の、行為を無下にするほど子供でもない。多分言えんだろうな、こういう主人公って。他に頼れる相手もおらず、僕は素直にありがたくそのご好意に甘えることにしていたのだ。それじゃ案内するね。ああ、よろしく頼むよ、ミーナ。なんかいいな、このアドベンチャーゲーム感いいな。普通名前なんて言わんねえか。二人しかおらんがやからさ。ね、当たり前でしょ。だってね、マイとユウしかおらんがやからね、話すことは全部ユウに向けて言うことやからさね、そういうことでしょ。でもなんか最初だから名前覚えんとあかんからな、アドベンチャーゲームチックでこういうとこ好きなんだよな俺。嬉しそうに返事するミーナに連れられて、僕はこれから世話になる家へ向けて歩き出すのだった。つまりそういうテクノロジーにはそれなりに理解が。でも待てよ、こいつはどうやってこの村の中で SNS やっとったんや。有線か。県外なのに。どうしためっちゃ困惑しとるやん。再会の直後は普通に会話できたものの、緊張からか次第に口数が減り、ついには気まずい沈黙が二人を支配していた。いいね、村特有のなんか
コミュニケーション能力の欠如。いいね。お互いにある程度連絡を取り合っていたせいもあり、近況はざっくりと知ってるゆえ、最近どうなどの、露骨で無難な話題を放ることもできない。聞きたいこといっぱいあるんじゃないの？村はどうっていう。多分だって近況っつっても、あれやろ？自分の周りのこと、村のこととかも教えてくれとったんかな。ミーナがなぜそこまで緊張しているのかはわからないが、僕の方は想像よりずっと綺麗になっていた幼馴染の変貌ぶりに緊張していたのだ。ほほう、童貞が出とる。控えめに言ってもかなり可愛くなっており、男としてはいきなり二人きりにされてしまうと緊張するなという方が無理だというものだ。さすがにすぐ昔みたいに接するのは無理かな。どうやら僕たちが元の関係に戻るにはもうしばらくの時間が必要なようだ。そうだ。この沈黙はよろしくないと必死に思考を巡らせて、ようやく話題を思いつき口を開く。なに？聖司くん。いや、改めて迎えに来てくれたお礼を言っておこうと思ってさ。そんなの別にいいのに。いやいや、本当にありがとう。正直助かったよ。頼みの携帯アプリも全然使えなくてさ、焦ったよ。そうなの？ああ、ほら、現在地も目的地もうまく表示されないんだよね。ほんとだ。電波悪いのかな？ということは、普段は電波がつながっとるキャリアの問題か。ソフトバンクでも使っとんじゃないかな。ソフトバンクか楽天やろ。ドコモと au はつながるぞ。ソフトバンクと楽天やな、絶対。どっちかやな。普段からこうじゃないんだ。うん。ほら、私と LINE でやりとりしてたでしょ？そこまで田舎じゃないよ。言われてみれば、それもそうか。有線ではないんだ。父さんが時代錯誤に手紙でしか連絡をよこさないのは電波が届かないせいかもと思ったが、単に個人の趣向なのかもしれない。ちゃんと電波は届くんだから。うちの中だって2階の廊下とか届く場所には届くんだから。届いとらんやん。そうなんだ。届く場所にはという一文が気になっていたが、そこは彼女の顔を立ててスルーすることにした。ということは、ドコモだな。じゃあ au か。au だな。うん。そうやろ。確か au は建物の中苦手やからな。ちょっとなんか、周囲に遮蔽物のあるビルの奥まったとこ行くと au って繋がらなくなるんよね。壁に弱いから。だから多分、au だな。だからどうしたって話だよな。その自慢的な表情から推察するに、おそらくこの村では電波が届く彼女の家はいい立地なのだろう。あれ？でも、本当に県外だね。この辺ならいつもなら電波も届いてるはずなんだけど。無駄に携帯を持って空へ掲げたりと可愛らしい試みをしながら、ミーナがそんな疑問をつぶやく。そういえば、今日はずっと繋がらなかったかも。英雄。ほら、昨日来るって言ってたのに、聖司君ってば来なかったでしょ？だから。ちょっと待って。僕は確かに今日来るって。そう言いかけてまさかと思いながら携帯の日付を改めて確認する。なるほどね。先ほど気づかなかったが、どうやら僕が意識を失っていたのは数時間ではなく丸一日だったらしい。てっきり少しの間だけ意識を失っていたと思い込んでいたのだが、予想以上に長い間倒れていたのだろう。ということは病院に丸一日一晩おったってこと？いや、ごめん。なんでもないよ。昨日はちょっと狐につままれてさ、すっぽかすつもりなんてなかったんだ。よくわかんないけど、そうなんだ。僕自身もよくわかんないけど、そうなんだ。
何それ。起きたことをそのまま表現したのだけれど、その珍妙な表現にミーナがクスクスと笑みをこぼす。あのね。どうしためっちゃ神妙な面持ちの顔やん。戻ってきた理由知っとんかな。確かに、この村は、都会と比べると、いろいろと不便かもしれないけど、いいところだっていっぱいあるんだよ。はい。ミーナが意を決したように唐突にそんな弁明をする。おそらく うまく互いに連絡が取れなかったことなどにネガティブな感情を抱いていると勘違いしているのだ。そうかな。なんかもうこの村から出さないような決意を感じるんだけど俺は。なんでやろ。ははは。分かってるよミーナ。確かに都会に行っていろいろ便利なものを知ったけどさ、僕だってここで生まれ育ったんだ。この村のいいところはよく知ってるつもりだよ。そっか。そうだよね。このくらいのことで帰ったりしないから安心して。それなんか都会のそのテクノロジーというかシティ的な暮らしが好きだったらまず戻ってこんや。おっす。わけのわからない気合の入った返事をもらって思わず苦笑する。そんなわけでさ、これから改めてよろしくね、ミーナ。よろしくね、聖司くん。照れくさいのを隠すように二人は改めて再会の挨拶を交わす。親にとって子供はいつまでも子供であり、昔と同じ感覚で居候を許可したミーナの母親には悪いのだが、やはり年頃の男女なのだ。想像以上に男女の成長を遂げていた二人が同じ家で共に暮らすことに背徳感にも似た、複雑な心境を抱くというのも無理はないはずだ。さっきお前やぶさかではないって言っとったねか。お前さっき別にお前女の子と屋根の下に暮らすのはやぶさかではないって言っとったやん。おいお前よ、心ではそう思っとっても体は正直だな。ラッキースケベに期待しとるぜ。先ほどからの緊張にはそういった意味が含まれていたことを僕はようやく自覚してしまう。そしておそらくはミーナもまた同じなのだろう。けれど僕らはお互いにそれを悟られぬように、それに気づかないふりをしながら、かつての距離感を取り戻すためにいつも通りを必死に探っていた。そうして二人で互いに歩幅を合わせながらゆっくりとミーナの家へと向かうのだった。こういうのってなんかさ、合わせる必要ってないと思うんだよね。結構こういうさ、なんか昔の関係ってのをなんか思い出すというかさ、昔の関係に戻すみたいな言い回しってすごい多いんだけど、リアルでもそうじゃん。なんかね、今は今の付き合い方ってのがあるからさ、ここら辺なんか変える必要ないと思うんだよね。ああ、懐かしいな、この辺。なんとなく覚えてるよ。昔、学校帰りによく通ったよね。まあ、私は今も毎日通ってるんだけどね。そっか。じゃあ僕も明日から通うことになるね。なんでそこで気まずくなるん？なんでどうにか会話を見つけては話しかけるも、やはり長くは持たず、すぐに沈黙が続いてしまう。さすがにこのままだと、これからの日常生活に支障をきたしかねない。
なんとかして互いにリラックスして昔のようにラフな感じで接していけばいいのだが、どうしたものか。めっちゃ気にしとるやん。とはいえ、すっかり可愛らしく成長したミーナの姿を見れば見るほど意識せずに接するというのが難しい。多分そのフェイストラッキングみたいな、なんかその視線誘導ソフトみたいなのやったら多分こうなっとるやんな。こういう感じになっとるやな。主人公の目線が。うわーってなっとるやろうな。特にやっぱり噂をすれば、あの胸は反則的な気がする。すごいな、童貞が背伸びすんなし。セイジ君、おい、おっぱい見て事故んなや。え？なぜそんなに人にぶつかるほどおっぱい見とった？やばくない？逆にやばくない？うわぁ。たわわに成長したミーナの胸に意識を取られ、前方不注意だった僕は、同じく前方不注意だった少女とぶつかってしまう。なのに少女って分かったんだ。はあ。ぶつかったのは少女って分かったんだ。すごいな。たたた。ちょっとあんた、大丈夫？これはいけません。YouTube 的に大丈夫かな。太ももふとアングル的にしゃあないけど、素晴らしいな。隙間がちょっといらんくらいだな。仁王立ちするな。なんかすごい衣装が奇抜なんだけど、やっぱ田舎ゆえなんかな。都会に憧れる感じがあるのかな。すごいな。金髪ツインテール、ベタ。そして青色だから、多分この子は不遇なんだろうな。けど下着はピンクか。ほほ。これダメだな、多分。多分俺 YouTube 的にダメだわ。すまんね。多分俺 YouTube 的にあかんわ。だから、悪い。ぼかしを入れさせてもらう。多分無理だわ。なぜか頭上からする声に視線を向けると、そこには仁王立ちのように悠然と立つ少女の姿。視界に入った小柄さからぶつかったら怪我をさせてしまうと思ったのだが、どうやら転んでしまったのは僕だけだったようだ。こっちこそごめん。別にいいわよ。不注意だったのは私も同じだし。そんな相手に向かって仁王立ちするってすごいな。こちらとしては全くそんなつもりのわければ狙ったわけでもなく完全に不可抗力なのだが、多分早口やな。少女があまりにも無防備に立っているせいで僕は男の性でスカートの中へとついつい視線を寄せてしまう。バレだ。ちょっとなーに見てるのよ、エッチいった。ポケット見ていたところにさらにパンツが接近し、次の瞬間衝撃とともに視界が真っ暗になる。ゴロゴロと転がり、顔面にヒリヒリとした痛みを感じ始め、ようやく自分が豪快な飛び蹴りを食らったことに気づいた。警察に突き出さないだけ感謝しなさいよね、変態。すごいな。日焼けせんのかな、こんな来る人って。ててて。セイジ君、大丈情けなくへたり込んでいる僕を心配して、ミーナが駆け寄り起き上がるために手を貸してくれる。夫？あれ？ミーナじゃない。こんにちは、アンズちゃん。何よミーナ、こいつあんたの彼氏だったわけ？アンズと呼ばれた少女は勝手にそう結論づけると、僕を見定めるようにじろじろと眺める。ということは、お前は幼馴染のあれではないんだ。だって子供の頃に一部追ったわけだから、同級生とかも追ったんだろ多分。それには入ってないってことか。ふーん。まあ別に
私たちに隠れてイケメンと付き合っていようが構わないんだけどさ。それならそれで彼氏のしつけくらいちゃんとしときなさいよね。しつけっていくら私が可愛いからって盛りのついた犬みたいにパンツを凝視されたら低層が危ないんだけど。ものすごい自信家だ。そこまで食いついてないだろう。食いついてたじゃない。顔突っ込もうとする勢いで凝視しまくってたわよ。強いな。そんなわけないだろう。まあまあ、二人とも。ヒートアップした2人の間に割って入るミーナ。けどつい見入っちゃったのは謝るよ。見入ったんか。見入ったってやらしい表現すぎるんですけど。見たのではなく見入ったんだな。その言葉にセクハラされたと言わんばかりに真っ赤になりながら、アンズがさっとスカートを押さえる。すでに見えるわけがない位置にいながらも先ほどの件を思い出し、これ以上過去のパンツを見られないようにするために、虚しい抵抗をしていた。むしろそんなことをされれば完全に逆効果でつい思い出してしまいそうになるも、そこは追求しないことにして口をつぐむ。やさ男かと思ったらとんでもない男ね。ミーナ、あんたも欲求不満くらい解消させてあげなさいよ。私のおっぱいを見ながら変なこと言わないでよ。キャイキャイと騒ぐ黄色い声にどう反応していいものか戸惑いながら沈黙を貫く。ここはおとなしくミーナにこの場を収めてもらうべきだろうと判断したためだ。あのね、アンズちゃん。セイジ君は別に私の彼氏じゃないんだ。兄？違うの？兄？ふーん。再び僕をジロジロと見ながら改めて半信半疑の瞳で観察してくる。セイジ君は私の幼馴染なんだけど。ミーナが必死に僕のことを説明してくれているのだが、どこまで分かってくれたのかは怪しいところだ。まあ大体分かったわ。今日からまたこの村の住人になるってことよね。またそういうわけなんだ。またってどういうことよ。ま、いいわ。あんたらの関係は今後ねっとり追求していくとして、とりあえず自己紹介しましょう。私の名前はカソダニアンズよ。ミーナの友達だから嫌でもまた会うでしょうね。カソダニ。キュウソ猫を噛むのソか。なるほどね。もう絶対に読めないから、お前はアンズで頼む。アンズで頼む。アンズで本当に頼む。本当に頼む。やめろ。アンズって言え。カソダニさんか。よろしく。それでスケベやさ男のセイジ君のお名前は？ちょっと沖縄だよ。沖縄誠治って言うんだ。やさおかどうかは知らんよ。スケベではあるけど。沖縄くんねえ、一応年上みたいだし呼び捨てでいいわよ。それに名字は覚えづらいってみんな名前で呼んでくるわ。確かにちょっと呼びづらい名字かもね。みんなにアンズって呼ばれてるから気にせず好きに呼んでよね。そうだ。アンズでいいぞ、アンズで。はは、わかったよ。僕の方も自由に呼んでくれて構わないよ。じゃあ変態。出会いが出会いだったし、
あんまり敬語を使う気にならないから助かるわ。しばらくはそのネタでいじられそうだね。ただで乙女のパンツを見たんだから、それくらい当然でしょ。逆に見せるぞ。こっちも出すとこ出すぞ。まあそれに関しては強く否定できないけど。よかった。二人とも仲良くなれそうで。声を揃えて。この光景を見ての第一声がそれなのは、ほんとミーナって脳内お花畑よね。どういう意味？ミーナはミーナのままでいいってことよ。ははは、違いない。やっぱり二人で意気投合して仲がいいよ。戸惑っているミーナを見て二人で笑い合う。細田に、杏子。確かに歯に衣着せぬ彼女とはなんだかんだ気の合う友人になれそうだった。